アベムジカ声優岡田芽衣さんを語りたい。アニメバンドリアベムジカの放送を記念してティモリス八幡海里の声優岡田芽衣さんの解説動画をお届けします。ざっくりとにはなりますが、岡田芽衣さんの魅力をお伝えできたらと思います。お話しするテーマはこちら。岡田芽衣さんの概要と基本情報、前世のメイシャン、声優のメイシャン、シャシャメイシャン、最後にうみりちゃんとの共通点を少しだけお話しします。敬愛の念を込め愛称で読み上げさせていただきます。メイシャンは埼玉県深谷市出身の人気女性声優。バンドリーガルパでは30のバンドを掛け持ちし、唯一の5弦ベース奏者アベムジカのティモリス八幡海里のキャストを務めています。活動名義は岡田芽衣。芽衣は本名で、ご両親が隣のトトロのメイちゃんから授けてくれたもの。人名に用いられる用いるの漢字の意味は、人生を開拓し夢を叶える人。好きな言葉はウォルト・ディズニー氏の夢見たら実現できる。メイシャンにぴったりの格言です。血液型は O 型。5月19日生まれのお牛座。ムジカはキャストの年齢差はあまりないのですが、最年長はメイシャン。メンバーからの2つ名はアベムジカのお姉ちゃん。メイシャンは事実3人姉妹の次女でもあり、しばしば暴走しがちなムジカメンバーを抑えるのはメイシャンの役目というのはメンバーの段。それもそのはず。後に詳しくお話ししますが、 JK3 頃からアイドルグループで活躍。高校卒業直後にリーダーとなり、5年歴任グループの創立メンバー兼初代リーダーを務めます。特技は茶道と書道。書道は7段でソロパフォーマンスも披露する書道家。趣味はアニメとイラスト。イラストはもはや特技でいいのではというほどクオリティが鬼のイラストや、好きな食べ物は辛いものとお豆腐。身長は162センチで、別コンテンツでキャストを務めるパリピ DJ と同じ。健康と体型維持の秘訣は夜9時以降は食べないこと。私も綺麗な顔してますからという事実に甘えません。ちなみにメイシャンの美脚はムジカメンバーからも評判で、ファンの間ではその足の長さは大気圏突破は余裕が定説です。メイシャンの前世アイドル時代についてお話しします。メイシャンがリーダーを務めていたアイドルグループは天空少女。天空少女とはウィキペディアによれば、2014年11月に天空少女歌劇団として結成された女性アイドルグループ。18年5月に天空少女に改名。22年1月に解散します。メンバーにはメイシャンのほか HKT48 のコモコモ、23年にプロレスデビューしたワカニャンらがいました。天空少女が活動した2010年代はアイドル戦国時代と呼ばれており、 AKB グループ、ハロプロ、ももクロを筆頭に無数のアイドルグループが群雄割拠していました。各アイドルグループは戦国時代でしのぎを削るべく様々なコンセプトで個性化。天空少女の前身となる天空少女歌劇団のコンセプトは、歌って踊って戦えるミリタリーアイドル。アイドル界初となるミリタリーをコンセプトにし、サバイバルゲームにも精通。時に一肌脱ぎ、週刊プレイボーイで新人では異例となるページ数の水着グラビアを披露。着実にファンを増やします。約4年後、天空少女に転生。スーパーバイザーに彩香さん、ウルフルズさん、スパイエアさんらを手掛けた橋本圭一氏を迎えコンセプトを改定。新コンセプトは文学少女×エモ曲×パワフルなステージ。インディーズアイドルながらオリコンウィークリーランキングで5位を獲得し、全国ツアーが決定し、2019年11月13日にメジャーデビューの立身出世を迎えます。しかしその3日後の11月16日、全国ツアーのファイナル公演を最後に、メイシャンは天空少女を転校します。メイシャンが天空少女に所属していたのは、14年の結成から19年までの丸5年間。初ライブの聖地は渋谷のライブハウス、アイラブ東京。キャパ120人のライブハウスから、メイシャンの天空少女は始まりました。メイシャンが卒業となる全国ツアーファイナル公演の舞台は、渋谷公会堂。渋谷公会堂は昭和時代からミュージシャンの聖地であり、ロックの殿堂や一流アーティストへの登竜門とも呼ばれていました。渋谷公会堂は天空少女が結成された同年に一度閉館し、メイシャンが天空少女を卒業する年に開館。リブートした渋谷公会堂が迎え入れた初のアイドルグループは天空少女でした。天空の日、運命の舞台でメイシャンはファンとメンバーに最後の言葉を届けました。君に言わなくちゃ、ちゃんと言わなくちゃ。メイシャンはグループを守るべく、会社の期待に応えるべく、膨大な数のライブと露出をこなし、駆け抜けました。入れ替わりが激しいと言われるアイドル界で、リーダーを5年も歴任、天空少女を創立からずっと支え、メジャーデビューまで見守りました。私は先ほどライブと露出をこなしたと表現しましたが、それはメイシャンからすれば訂正したい言葉でしょう。メイシャンはアイドルの仕事をこう考えているからです。切れない
道に残ってる。声優のメイシャンについてお話しします。前のチャプターの続きとなりますが、アイドルの次にメイシャンが選んだ夢は声優アーティスト。メイシャンが転校少女を卒業する2019年の7月に起きた出来事は2つあり、1つは転校少女のメジャーデビューの告知、もう1つはメイシャンの声優デビューでした。メイシャンの声優デビュー作は D4DJ の水島まりかちゃん、うみりちゃんとは正反対のキャラクターと声で、同じと知った人は驚いたのではないでしょうか。D4DJ はバンドリ運営会社のブシロードによる DJ をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、バンドリのようにリアルライブも披露します。メイシャンはまりかちゃん役をはじめ幅広く活動。そして23年9月14日、アニメ迷子最終話直後に八幡うみり役であることが発表されます。ここで少しメイシャンとベースについてお話しします。メイシャンはうみりちゃん役に抜擢されますが、ベースは初心者でした。もともとバンドリに憧れがあったものの楽器経験はなく、一年発起してベースを始めた矢先にオファーがあったそうです。メイシャンが使用しているベースはこちら。私も5弦ベースの経験者ですが、4弦ベースと比べるとめちゃくちゃ重く、使いこなすのに根性が必要な楽器です。ちなみにうみりちゃんはバンドリ唯一の5弦ベース奏者ですが、リアルライブではあるバンドリ声優さんが5弦ベースを披露。ネタバレはバンドリ TV で語られていますので、興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。さてメイシャンは転校少女や D4DJ などの活動を通し、ステージでの歌唱とダンスは10年近い経験を積んできました。ただそれでも、バンドするにはプレッシャーを感じたそうです。理由は責任。インタビューでメイシャンは、舞台で歌って踊ることは経験してきたものの、自分の一音がみんなの一音になるバンド特有のプレッシャーが、それまでの日ではなかった、と、元リーダーらしい責任への重さを語り、同時に、けれど絶対的な責任に耐えて、みんなと音を合わせるたびに、バンドって楽しいなと、感動することが増えました、と、前向きにお話ししています。メイシャンが書道家としてソロパフォーマンスで披露した書は雲外蒼天。その意味は試練を努力し乗り越えれば心よい青空が待っている。さすが戦国を駆け抜けたレジェンド。メイシャンはティモリスの工場。我恐れることを恐れる中でを地でやり抜けるタフなバンドリ声優です。少し趣向を変えてメイシャンの写真集を紹介します。メイシャンはこれまで4冊の写真集を発売しています。まず1冊目、2冊目と3冊目。そしてデビュー10周年記念の岡田メイ名義でのファースト写真集。美人で多彩でタフで、その上脱ぎっぷりも良い、女目線からですが、メイシャンのデビュー10周年記念の写真集は素敵だと思いましたし、10周年を水着入りグラビアでお届けする姿勢に、ファンの期待に応えていく、真摯さを感じました。さて今回の、アベムジカ声優、岡田メイさんを語りたいで、アベムジカ声優解説シリーズは一旦の一区切りとなります。他のムジカ声優キャストさんの動画も含め、ご視聴、応援ありがとうございました。まだまだバンドリ声優解説は続けるつもりですので、よろしければ引き続き、一緒に推し活を楽しんでいけたら嬉しいです。それでは、うみりちゃんとメイシャンの共通点についてお話しします。結論から言えば2人とも、掛け持ちをしているというお話です。岡田メイで Google 検索すると分かりやすいのですが、公式プロフが2つ出てきます。これは、業務提携という形で、メイシャンが2つの事務所に所属しているためです。業務提携とは一言で言えば掛け持ちで、もちろん悪い意味ではありません。複数の事務所と業務提携することで、仕事とコネクションが広がるメリットがタレントと事務所、双方にあります。アニメムジカ5話までとなりますが、うみりちゃんも掛け持ちをポジティブな夜べにしています。ただ、うみりちゃんの本心はもしかしたら、解散を恐れるほど、執着できるバンドを見つけられたならと、淡い期待を抱いているのかもですが、それがどこか、うみりちゃんには見つけられなくても、いつか誰かが見つけて、きっと示してくれるはず。その居場所がいつか花火のように、きらめいては儚く闇に溶けてしまうとして、運命を灯し合った。私たちは、かけがえのないものなのだから。